皆さんごきげんよう、上川薫です。今日取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。皆さんにご覧いただいているのはロシア軍騎兵の訓練している様子です。この話題についても後で解説するので、ぜひとも今回も最後までご視聴ください。今回取り上げる最初の話題は、ウクライナ軍による遠距離攻撃の成果について。このチャンネルのウクライナ情勢の話題だと、まずこの話題が最初に来ることが多いです。一つ一つの攻撃については、ロシアという国家そのものを揺るがすものではありません。しかし、10カ所、15カ所、20カ所とロシア経済を支えている石油関連施設や天然ガス関連の施設を攻撃することによって、ロシア経済を弱体化させ、それがロシアの戦争継続能力に打撃を与えることにつながっていきます。まず最初に取り上げるのは、クリミア半島に対する攻撃。キーウポストより、ウクライナの251機のドローン攻撃、クリミア半島で爆発、ロシアの発電所が爆発、ベルゴロドが停電。現地報道と当局者によると、ウクライナはロシア占領下のクリミア半島とロシア全土の複数の地域を標的に夜間に大規模なドローンとミサイル攻撃を開始し、エネルギーインフラや軍事施設を攻撃した。親ウクライナのテレグラムチャンネルは、最初の爆発は午前0時23分頃にノボフェルドリウカの先飛行場で発生し、続いて防空活動が行われたと報じた。1時間以内にカチャ飛行場があるアンドリーウーカ村の近くを含むペオドシア、エフパトリア、シンフェロポリ地区でさらなる爆発が報告された。その後、フェオドシアの石油貯蔵所が攻撃を受けたと報じられ、攻撃の様子を捉えたビデオや写真がインターネット上に拡散した。こちらの写真は石油貯蔵庫から上がる黒煙の写真です。参謀本部はテレグラムでクリミア半島のフェオドシアにある海上石油ターミナルの施設が攻撃を受けたことを確認した。これは石油及び石油製品を鉄道の燃料輸送車から海上船舶へ、またその逆へ積み替え、そして道路輸送するための多機能技術複合施設であるロシア侵略軍への補給にも利用されていると報告書は述べている。最も激しく燃えている様子についてはこちら。消火活動は行われていますが、この日の様子だと鎮火までにはかなりの時間を要することでしょう。そして長時間の火災は当然のように実際には燃えていない周りの施設においても高温にさらされることによってかなり損傷を受けることとなります。また、今回はこうした石油関連施設への攻撃だけではなく、ベルゴロド州においては火力発電所への攻撃も実施されました。これにより、数万人の住民が停電に見舞われたと、ロシア側の知事が述べています。知事によると、夜間の攻撃により、7つの自治体で約4万人が停電した。ロシアのテレグラムチャンネルでは、ミサイル攻撃がベルゴロドのルーチ変電所を襲い、火災が発生し、市内全域で広範囲にわたる停電が発生したと報じている。他にも、ブリャンスク州で爆発と火災が発生。こちらでも火力発電所で大規模な火災が発生。ロシアのメディアによると、ミサイル攻撃を受けた可能性が高いという。さらにそれだけではなく、ドローンがロシア最大の爆発物工場を襲撃。この攻撃はドローンを使ったもので、ロシア最大の爆発物製造会社の一つであるニジニドブドゴロ州ジェルジンスク市のツベルドロフ工場にも攻撃があり、火災が発生した。ウクライナ国境から約 900km 離れた場所にあるこの施設は、ロシアの軍産複合体における重要な企業である。爆発物を作っている工場に対する攻撃では、独立した記事も出ていました。ドローンがロシアの巨大爆発物工場を攻撃。戦線後方 900km。ウクライナ軍参謀本部は、標的地域では多数の爆発と火災が記録されたと声明を発表している。ベルドルフ工場は、ロシア最大の爆発物製造工場の一つで、航空用爆弾、大砲の砲弾、誘導爆弾、対戦車ミサイルや防空ミサイルの弾頭、さらには工兵弾薬など、ほぼあらゆる種類の軍需品の製造と装備が可能である。この工場は EU、アメリカ、イギリス、日本、スイス、ウクライナによる制裁を受けている。今回攻撃を行った箇所の距離を示す地図がこちら。相変わらずロシアは広い国土というものが災いになって、ウクライナ軍の攻撃を迎撃することができていません。そして今日における報道においては、ウクライナ軍が攻撃に巡航ミサイルフラミンゴをドローンに加えてこっそりと混ぜ始めたと報じられています。これまでウクライナ軍が遠距離攻撃に使ってきた主な兵器は小型飛行機型のドローンでした。爆発物の量は50から 100kg 程度であり、どうしてもその破壊力は限られたものとなっていました。これに比べて巡航ミサイルフラミンゴの場合だと爆発物の量は10倍以上に引き上げられることもあり、
一回一回の攻撃成功による打撃はより大きなものとなります。そして戦争研究所では、じゃあ射程距離が伸びることによってどれだけ標的が増えるかについて地図を出していました。戦争研究所は 2500km 型のトマホークの射程内に少なくとも1945のロシア軍施設があり、1600km 型の射程内に少なくとも1655の施設があると評価しています。ウクライナはロシアの前線作戦を維持・支援する後方支援エリアの脆弱な一部を標的にすることで、ロシアの前線戦場での性能を大幅に低下させることが可能でしょうと評価しています。もちろんこれはあくまでもアメリカがウクライナに対してトマホークミサイルの販売を許可した後、実際にトマホークミサイルを使ってどこまで攻撃できるかという話、最大射程 2500km まで考えた場合においては、ほぼロシア軍の主要施設その全てが攻撃対象となります。一方で巡航ミサイルフラミンゴでも主だった軍事施設などについては、こちらもほぼ射程圏内に入れることができるわけで、これを順次攻撃していくことはロシアの軍事能力そのものを低下させることにつながっていきます。しかし問題もあります。それはロシアは別にロシアだけで戦っているわけではないということです。ロシア軍の砲弾の35から 50% は北朝鮮が供給。ウクライナ情報機関の情報。ウクライナの対外情報庁所属のアレクサンドロウ氏は、北朝鮮は現在ロシアに1ヶ月で 152mm 口径と 122mm 口径の榴弾砲砲弾を20万から26万弾供給しており、これはロシアのニーズの35から 50% に相当すると発言した。また同氏は、北朝鮮はロシア軍に対して発射台や短距離弾道ミサイル KN-23、KN-24 も供給してきたとし、ロシア軍はそのミサイルでウクライナの都市を攻撃していると伝えた。ロシアと北朝鮮は対ウクライナ戦争、戦場の実験や北朝鮮兵器の性能改善のために利用しているとし、とりわけソ連製対戦車ミサイルシステム、コンクルスの近代化版、自走式長距離対戦車ミサイルシステム、ブルセ4、大口径 600mm 多連装ロケットシステム、KN-25 が該当すると伝えた。ウクライナ対外情報庁の評価では、ロシア・クルスク州には北朝鮮の軍人が8500人から1万3000人までの規模で配備されているという。さらに北朝鮮がこの地域に追加部隊として1000人の工兵と5000人の軍事建設作業員を派遣すると発表したことに関連して、今月9月にそのうち1000人の北朝鮮軍人がクルスク州に到着したことを確認したと伝えている。2022年段階におけるロシア側のウクライナに対する非難の一つが、他の国から援助を受けながら戦うなんて情けないやつだみたいなちょっと意味不明の発言などが見られました。しかし現在ではロシアも北朝鮮なしには戦いを継続することが困難な状況に陥っていることは隠しようのない事実でしょう。というわけでロシア軍の状態を示す笑い物になっている話題があります。それがこちらの映像です。これはウクライナの地ではなくロシア本国においてロシア騎兵として訓練している様子です。彼らは馬に乗りながらドローンから空撮されているわけですが、同時にこのように馬に乗って前線を移動していると必ずドローンが襲ってくるから、それに対して銃撃し撃退するのだというような訓練を行っているそうです。ちなみにこうしたロシア騎兵の復活に関してはロシア軍自身は本気で考えているようで、すでにこれまでにもロバを使って前線で物資を輸送したり、ウクライナ軍への陣地強襲のためではなく前線で移動するために馬を使う人たちというのもこれまではいました。ただし今回の話はそこからさらに一歩進んで、もう馬を使って突撃すればいいじゃないかというような主張がロシア軍内部で発生しているというのです。当然これにはロシア側の軍事ブロガーの間でも長期化と疑う声が上がっています。というのもこれまでウクライナ軍に対する突撃の方法としてバイクを導入する、バギーを利用する、電動キックスケーターを利用するといった方法などがこれまでは実施されてきました。そのような方法を使ってくることによって一番成果を上げやすいのはバイクだろうという話にすでに評価は定まりつつあるわけです。ところがそこに今更馬に乗った兵士たちを突撃させようなんていう話が出てきたものですから、さすがにそれはないだろうというような指摘がロシア側の中でも起こっているわけです。これは純粋に軍事的な話としてバイク兵と騎馬兵を比べた場合において圧倒的に速度が速いのはバイク兵です。さらにはバイクと馬を比べた場合において
馬の方が大きいわけですから、標的として発見されやすく、攻撃を受けた場合において逃げようがないわけです。と、そんな当たり前だろうみたいな批判を行うのは誰でもできることです。しかし、そんな批判がまともに通らないというのが今のロシア軍というわけです。このあたり、人間の命を使い捨てにするだけではなく、馬も使い捨てにしようという、かなり無茶苦茶さといったものが現れています。ただし、ロシア軍がなぜそんなことを考えているかといえば、使えるものは何でも使おうという精神が働いているからです。非効率的だというような話は、ものすごく当たり前なわけですが、非効率的であろうが何だろうが、どんなものでも使えるものは使えた方がいいに決まっているという精神がそこにはあるわけです。ちなみに、バイクを買うよりも馬を買う方が値段としては高くつくそうで、決して経済合理性があるわけではありません。実際に準軍事的にも標的として大きく、そして遅いといったこともあり、バイクよりも劣ったのが騎馬兵です。ちなみにこうした批判を受けると、ロシア軍の方では、いやいや、バイクと違って馬は本能的に地雷を避けてくれるんだ。その分だけ高性能だというような、かなり苦しい反論をしているそうです。少なくとも私だったら、騎馬兵になって相手陣地に突っ込めなんて今の時代に言われたら、もう自分は死ぬんだなとしか思うほかないでしょう。しかし、現代のロシアにおいてそのような命令を受けて突っ込まざるを得ないような人たちもいるというのを考えると、ろくでもない政治指導者の下で戦争するというのが、どれだけ恐ろしいかというのを考えさせる事例だと言えるでしょう。ちなみに日本国内においてもロシアの侵略を支持する人たちがいるので、ぜひともこのような騎馬兵として志願すればいいんじゃないかなと私は思ってしまいます。皆さんはどのように思われたでしょうか。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして私の活動を応援してくれる人がスーパーチャットなどを利用してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。